はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はですね、皆さんお待ちかねの DJI FPV のご紹介となります。イエス！ようやくね、正式に DJI さんから発表、そして発売されたので、シネマティックカーこと私、大川祐介が使用した、感想も交えて、本音をね、お伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。さて、まずですね、FPV ってそもそも何？という方のためにね、簡単にご説明しますと、FPV とはファーストパーソンビューの、略なんですね。要するに、一人称視点の映像っていうことです。今までのね、ドローン映像は、携帯とか液晶などでモニタリングして撮影してたと思うんですけれども、FPV システムのおかげで自分の目線そのものが映像として撮影できるので、よりね、繊細な操縦やダイナミックな演出をすることができます。狭い場所を通り抜ける Mavic Air などを使用した撮影方法とか、流行ってるんですけれども、モニターを見ながらの撮影だったりとか、あとは操縦のね、遅延とかが多少あるので、失敗するケースが結構多かったんですけれども、そんな課題を解消し、よりアップデートされたのがこの DJI FPV なんですね。で、なんでね、この僕がここまでテンション上がっているのかっていうのをね、お伝えしようと思うんですけれども、僕はね、かなり前から FPV ドローンをね、使用した撮影をしてきたんですね。で、その苦労をもうずっともう肌で体感していたので、本当に感動してるんですよ。その大変さを表しますと、まずで、アマチュア無線技師という免許が必要。あとは部品ごとに購入する必要があったり、あとはハンダゴテなどの特殊技術を使用した設計が必要だったりと、あとは PC を使って機体とコントローラーをコネクトで、一つ一つの操作を設定で、シミュレーションを使った、練習、そしてやっと実践と思いきや墜落みたいな、もう何回墜落したことかもう分かりません。はい、FPV をね、使いこなすためには Google 検索を活用したとしても、半年1年ぐらいかかると言われているぐらい、複雑な作業なんですね。工具などね、全て揃えたり、墜落した機体を、追加購入したり、総額200万円ぐらいかかったんじゃないかなというふうには個人的には思っております。そのぐらいね、FPV ドローンを始めるのは大変だし、相当気合がないと継続して続けることって難しいんですね。で、何よりも危ないんですよ。高速でね、回るプロペラは何百キロも出るので、飛んでるチェーンソーと変わらないし、FPV はね、楽しそう、とか、表現がかっこいいとかね、そういう、思う一方で、一般の方が中途半端に始めてしまうっていうのも正直かなり危険なんですね。そんな状態の FPV 業界に、ある意味、革新的なプロダクトを、DJI さんが出してきたと思っていて、ここまでね、声を大にして言うことは、僕の動画レビューシリーズはあまりないんですけれども、今回は特にね、感動体験があったので、そのまま共有させていただきます。まずね、今までの FPV とこの DJI FPV の違いは何なのかっていうのを一言で言いますと、従来の FPV ドローンに DJI のシステムを合体させたイメージがこちらの DJI FPV と思っていただいて大丈夫です。従来のね FPV ドローンのダイナミックな演出など、素晴らしい表現とか要素とかを踏襲しながらも、設計、練習、実践などのネガティブな要素を改善し、 DJI ドローンが本来持つ、自動制御など安全性を加えたドローンがこの DJI FPV なんですね。で、なんと 2.4GHz なんで免許がいらないんですよ。はっきり言いますよ。 FPV ドローンを飛ばすのに免許が不要っていうこと自体がイノベーション、本当にイノベーションだと思ってます。僕もね、土日間2日間かけて免許取ってすごく大変だったんですけれども、世の中にある FPV ドローンの中でも最も初心者にぴったりかつハイクオリティな FPV 表現が、実現可能なんですね。これはもう本当に半端ないです。なのでね、早速この DJI FPV の詳細について簡単にね、まとめていきますので、しっかりね、最後までついてきていただけたらというふうに思っております。はい、それでは行きましょう。まずですね、DJI の FPV ゴーグル、そしてコントローラー、機体、バッテリーなどもうすべて一つにまとまっているので、複雑な部品を集める必要性がなくてですね、自分で設計したり PC とつなげたりとか、難しい作業は一切なくなります。
で、DJI-FPV ゴーグルはですね、810p、120fps のライブビュー超広角となっているので、鳥の目がついたような感覚で撮影することができるんですね。それが FPV ドローンの一番の魅力だと思ってます。以前発表された DJI デジタル FPV システムよりも解像度、遅延などのアップデートが追加されたので、操縦のしやすさが正直異常でした。はい。で、次に 4K60p の FPV 映像、そしてロックスタディ EIS により電子式映像手ブレ補正が加わっているので、想像以上の滑らかさとなっています。従来のね、FPV では少しブレとかが入ってしまうので、ブレないように、ポンタカードに穴をね、開けて、自動でね、ジンバル作ったりとか、していたんですけれども、もうね、そんな準備はもう必要ありません。で、カラープロファイルはね、通常のモデルと、あとは D シネライクとなっております。で、このね、DJI-FPV の大きな魅力である、ノーマルモード、スポーツモード、マニュアルモードの3つのフライトにより、よりね、シーンに合わせた表現が可能になるんですよね。で、まずね、ノーマルモードなんですけれども、他のね、DJI 製のドローンと同じモードなので、この FPV でも Mavic Air 2とかを飛ばしているくらい綺麗な、操作が可能になっています。で、次にマニュアルモードですね。これが完全に自由操作の FPV となっています。このモードに関しては、従来の FPV でいう、アクロモードって言って、急降下させたりとか、回転させたりとか、もうどんな動きも自由自在な設定になっています。ちなみにね、最初はホライゾンモードに近くて、ある程度ね、傾きを制御してくれるような、モードなんですけれども、マニュアルモード制御解除っていう設定をいじれば、もう本当に変更することが可能になっております。次にね、このマニュアルモードに関しては、正直訓練しないと、もう絶対に墜落してしまうので、今回ね、DJI さんからビジュアルフライトっていうアプリケーションが同時に発表されたので、僕もね、実際それで練習して、から飛ばしましたし、それやんないと絶対墜落するので、皆さんお気をつけください。あとはですね、S モード。こちらスポーツモードはノーマルモードよりも感度が高くて、直感的に操作できるんで、従来の DJI 製ドローン、Mavic よりももう少し FPV 感をね、味わいたい方には、すごくおすすめとなっております。これはね、イメージ的には Mavic と FPV を足して2で割ったというイメージですね。はい。で、この3つのモードがあるおかげで、ロケーションに合わせた演出が可能になるので、表現の幅がもう本当に2倍、3倍と広がった印象を今回受けました。さらにね、実は今回、このモーションコントローラー機能っていうものが、ありましてですね、4つ目の機能ですね。それは従来よりももっとね、直感的な操作が可能になるコントローラーでして、これ面白いですよね。アクセルを押せば、前進するし、あとは右に振ると、これが傾いたり、あとは、上に上げると上に行ったりとか、もう本当に直感的に操作できるんで、これもぜひチャレンジしていただけたらというふうに思っています。少しね、ちょっと情報が多すぎると思うんですけれども、新しい飛行体験をね、実践してみたいという方は、モーションコントローラー、あとは従来のね、操作方法で安定にやりたいという方は、こちらのコントローラーがいいのではないかなというふうに思っております。次にね、高度安全機能と呼ばれる機能もありましてですね、危ない時にね、緊急ブレーキとかホバリングとか自動機関などのアシストをしてくれるんで、もしね、危なくなっても、墜落する、可能性がすごく低くなるんですね。そんな魅力があります。次にですね、デジタル伝送オキシンク 3.0 なので、クリアなね、FPV 体験が、可能になりますと。で、あと気になるバッテリーなんですけれども、こちらモードにもよるんですけれども、最大20分持ちます。そして最大速度が140キロなんで、もうレーシングドローン並みに速いですよね。本当にやばいと思ってます、それは。はい。さてね、基本的な詳細を聞いただけでもすでにね、欲しくなった方も多いと思うんですけれども、ここから実際にね、僕何回も、撮影したので、僕の感想を4つに分けてまとめてみました。まだね、DJI-FPV を使用して制作した僕のね、作品を見ていないという方はぜひ、ご覧ください。まず1つ目。マニュアルモードを使っても危なくなったらすぐにノーマルに変えれることです。はい。っていうね、今まではね、ちょっとしたミスで、墜落させてしまったりとか、あとは狭い環境での、離着陸が難しかったんですけれども、すぐにね、今回これマニュアルモードからこのノーマルモードに切り替えられるので、墜落する心配が本当になくなりましたね。
もちろんね、今回の撮影で、1回も墜落はさせていないし、マニュアルモードだとホバリングでさえ難しいんですけれども、だから狭い環境での離着陸は難しいと。なんだけど、その時だけノーマルモードにして、攻めたい時だけマニュアルにするとすごく飛ばしやすいので、そんなことが可能なんですよね。それをね、僕は最初体験した時はもう泣けるほど嬉しかったですね。僕はね、たくさんね、攻めまくったからこそ、上達したし、素晴らしいドローン表現が可能になったので、それまでね、墜落した機体はもう10台以上に、もう及ぶんですけれども、もっとね、早くこの DJI-FPV に出会いたかったっていうのがもう本音です。はい、2つ目、荷物が恐ろしく軽くなったってことですね。今までね、工具ケースとかバッテリーとか何十個とかアクションカメラとかを、めちゃめちゃ持って機材が常に多かったんですけれども、今ではドローンバッグの半分ぐらいでいいんですよね。これ入れるだけだから。だから、従来ね、アクションカメラ、バッテリーとかを装着して、あとは飛ぶかどうかテストしてからやっと GO だったんですけれども、この FPV ドローンのおかげでですね、Mavic ぐらい簡易的に、GO できるようになりましたと。FPV をね、飛ばすバスって基本的には壮大な景色だと思うんですけれども、荷物が軽いっていうのは、めちゃめちゃ重要なことだと今回気づきましたね。はい、次に3つ目。プレビューの解像度が高いからより攻めれるっていうことですね。今までね、使っていたゴーグルっていうのはアナログだったので、詳細までプレビューできなかったんですけれども、DJI-FPV ゴーグルはもう本当に、繊細すぎるので、安心感が生まれたし、いつも以上にね、攻めることができましたと。ですがね、僕は多くの練習を積んで撮影しているので、良い子は真似しないようにっていうふうにも言いたいんですけれども、狭いところをすり抜けてからこそなんか撮影のね、醍醐味が FPV にはあると思うので、ぜひね、シミュレーションをやって練習してから、たくさん飛ばしてみてください。次に4つ目。これが本当のバッテリーだっていうくらいすごい。僕が持ってたバッテリーはですね、こちらですね。これ一つで3000円ぐらいするんですけれども、飛行時間はもう5分もいかないぐらい、だし、もう何十個も持っていかなきゃいけないし、充電もめっちゃ危ないですよ。これはもうね、FPV やってる方とかみんな知ってると思います。リボバッテリーなんで、少しの破損だけで爆発する危険性もあったりとか、なのでチームメンバーに充電してもらうときとかも慎重にお願いしたりとかね、目を離さないように、伝えていたぐらい危険なんですね。一方で、このインテリジェントフライトバッテリーはですね、最大20分も飛行可能だったりとか、管理リスクとかもないので、もう本当にね、幸せですね。FPV やってる方っていうのはもうバッテリーのこの不快感ってものをね、認識しているので、なおさらこれは嬉しいんじゃないでしょうか。はい。ちょっと今これ話してて思ったのは、正直これ一つあれば、もう空撮はいいんじゃないかなっていうふうに思います。それはなんでかっていうと、今までね、本気出すとき、撮影ねは僕のカメラバッグに、攻める用の Mavic Air ちっちゃいやつと、Mavic 2 Pro 綺麗に撮る用のやつを入れていたんですけれども、今回のこの DJI-FPV って、Mavic Air よりも攻めれるし、Mavic Air 2こっちよりも綺麗な映像表現ができるんで、もうこれ1台持っていけばなんか攻めれるし綺麗に撮れるしっていう、一石二鳥だと思うんですよね。ただね、やっぱりこの1個のデメリットというのは、センサーサイズがちっちゃいんですよね。なのでね、現段階の、コンシューマー向けの DJI ドローンの中で最も美しく、綺麗な動画を撮るんだったら Mavic 2 Pro の方が、いいかもしれないですね。なのでね、今後は Mavic 2 Pro と、DJI-FPV の2個を持っていくかもしれないですね。はい。その時はね、また共有皆さんにしたいと思っております。はい。そんな感じでですね、私事なんですけれども、もう作品とね、レビューをね、納得するクオリティで制作するためにめちゃめちゃ時間かけたんで、超疲れたんですね。疲れたんですけれども、この動画をね、きっかけに、ドローンをね、始める、方が増えたりとか、動画を始めるきっかけを作れればな、なんてことを、考えればもう、特にね、そんな疲れとかも吹っ飛ぶと、個人的にはね、思っています。皆さんのね、コメントとか、SNS の発信がね、僕のね、支えにもなっているので、もしね、良いとか悪いとかなどのご意見があれば、ぜひ、コメントいただけたらと思っております。そしてね、3月はね、僕が運営している動画コミュニティが、初月無料期間なので、ぜひ覗いてみてください。今回のこの動画以外にも、撮影方法とか、ノウハウもね、共有しようと思いますので、ぜひチェックしてみてください。今日はね、最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。それでは皆さん、バイチャー